今回は三者家宅の例えという比喩についてお話をしていきます。その時、突然火事が起こり、家全体が火の粉に包まれたと。この大白語者は、もちろん一仏像であるところの法華経を表しています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第46回です。前回は比喩本の冒頭から舍利弗がようやく成仏することが約束される場面までお話をしました。今回は三者家宅の例えという比喩についてお話をしていきます。舍利弗は成仏が約束されたわけですが、まだまだたくさんの弟子たちが法華経の教えを受け止めることができないままでいるわけです。舍利弗はそういった仲間たちを放っておくことはしないで、上手にバトンタッチをしていきます。舍利弗は言います。自分は釈尊が言わんとすることをようやく受け止めることができました。しかしまだここに法華経の教えを受け止めることができない者がたくさんいます。どうぞ法華経の教えを説いて聞かせてください。こうやって舍利弗から次の聴衆たちにバトンタッチをしていくんです。もちろん釈尊もそのつもりですから、舍利弗の申し出を受けて教えを説いていきます。舍利弗はとても優秀であったので、教えをそのままに説きました。次の聴衆にはもう少しわかりやすく、例え話を持って教えを説いていこうということになるわけです。そして説かれるのが、三者家宅の例えです。法華経はよく比喩の教えと言われたりします。それは法華経の中で7つの例えが説かれるからですね。これを法華七中とか法華七比と言ったりします。その7つは次の通りで、比喩本第3に説かれる三者家宅の例え、心下本第4に説かれる長者宮司の例え、薬草喩本第5に説かれる三草二目の例え、化粧喩本第7に説かれる化粧法書の例え、五百弟子受記本に説かれる恵理宝珠の例え、安楽行本第14に説かれる慶中明寿の例え、そして如来寿量本第16に説かれる両異病死の例え、この7つが法華七喩と呼ばれるものです。それぞれがとても興味深い内容になっています。ここで一つ注意しておかなきゃいけないことなんですが、この7つは比喩、あくまで例え話なんです。ですから、その比喩を読んでいきますと、少し無理なシチュエーションなどもあったりしますが、そこは教えを表すための例えで、あくまで例えでありますから、大事な要点をつかむようにしなければいけないと思います。外側に現れている細かな設定が気になりだすと、大事なところを見失ってしまうので、気をつけていただければと思います。今回はこの三者家宅の例えというわけですね。ではまず三者家宅の例えとはどんな比喩なのかを簡単に説明しようと思います。昔々あるところに大変大金持ちの長者がいました。財産も豊富にあり、子供たちもたくさんいました。住んでる家もとても巨大なものでありました。ところがその住んでる家はとても古く、今にも朽ち果てそうになっています。また入り口は小さな門が一つあるだけでした。またこの家にはボロボロなので小動物や虫などがはびこってしまっています。もういきなり気になるところですね。大金持ちなのに家がボロボロなのかいとツッコミが入りそうですが、これもあくまで比喩で、これも大変大事なことを例えていますので、先ほど言った注意点でございますが、そういったところの細かいところはあまり気にしないように、していただければと思います。そんな折、突然、この大きな家から火災が起こるんですね。ボロボロの家ですから、瞬く間に家は火の海に包まれてしまいます。長者は皆に声をかけ、家を脱出します。難を逃れほっとしたのもつかの間、ふと家の中を見ると、なんと子供たちは燃え盛る火には気づかず、
遊びに夢中になっているんですね。長者は火の海の家に戻っては子供たちに外に逃げるように言いますが、子供たちは一向に遊びをやめる気配がありません。そこで長者は日頃子供たちが欲しがっているおもちゃ、玩具を与えると言ったら、子供たちが家の外へ出てきてくれるであろうと一計を案じ、子供たちに声をかけます。おい、子供たち、お前たち、いつも欲しがっていると言っていた陽者と六者と牛者が外にあるぞと。欲しいなら出てきなさい。と遊んでいる子供たちに声をかけるわけです。この長者の声を聞いた子供たちは大喜びで家の外に出てきました。こうして子供たちを助けることができました。ちゃんちゃんで終わりではありません。そうやって燃え盛る家から逃げ出してきた子供たちは長者に対して、陽者、六者、牛者、ちょうだいとおねだりをします。それに対して長者は、ではあなたたちに真の乗り物である大白虎者を与えようではないか。子供たちは今まで見たこともないような素晴らしい乗り物を与えられて大喜びをしました。ちゃんちゃんという比喩です。いろいろと気になるところがたくさんあったのではないでしょうか。これはどんなことを例えているんだろうかなと、想像はできましたでしょうか。なんとなく長者は仏様であろうなと。そして子供たちは私たち。じゃあ車にはどんな意味があるのかな。3つの車と1つの車。4つ車が出てきました。この答え合わせはここから比喩本のお経文に従って細かく見てまいりますので、その中で少しずつ確認をしていっていただけたらと思います。この三者家宅の例えはこういうふうに始まります。シャリホツ、もし国、村、呪楽に大長者あらんと。シャリホツよ、ある国のある村のある集落に大いなる長者がいるとしようと。こういうふうに始まるんですね。あるところに長者がいたと。財産は計り知れないほど豊富で、多くの土地や屋敷があった。また自身も広大な家に住んでいた。その家にはたくさんの人々が住んでいて、ところがその家はすっかり古くなって、柱の根は落ち破れ、棟は傾き危うし、と。柱の根も腐って、梁も棟も傾いて、非常に危険な状態にあったというんですね。その時、突然火事が起こり、家全体が火の粉に包まれたと。火事が起きるんですね。で、その家には長者の子供たちがたくさんいました。長者は何とか逃げ出すことができましたが、子供たちはまだ家の中にある。長者は次のように思ったというんですね。諸子らは家宅のうちにおいて儀下に行弱し、悟らず、知らず、驚かず、おじず。多くの子供たちは焼けている家の中にいて、楽しい遊びにすっかり夢中になり、火事が起こっているのに気づかず、何も知らない。それゆえ驚かず、恐れてもいない。ここで確認です。長者は仏様を例えています。そして子供たちは私たちのことを例えているんですね。私たちは燃え盛る家の中にいても、そのことに気がつかないで、悟らず、知らず、驚かず、おじずと言うんですね。これはどういう状況でしょうか。これは私たちが生きている世界において、煩悩五欲の代価によって多くの苦悩を受けているにもかかわらず、そのことに気がつかず改めようともしないで、ただ右往左往しながら生きている様子を表している。この家宅の中でいる子供たちはその様子を表しているとされます。五欲とは私たちの五感、目、耳、鼻、舌、身が色、声、香り、味、触ですね、触りに対して起こす欲望のことです。自分たち自身の欲によってまるで世の中は燃え盛るように乱れているのに、そのことには気づかず、気づこうともせず、ただ楽しいことを求めて世の中苦しいなどとのたうち回っている。そういう姿ですね。この燃えている家の中にいて、しかし悟らず、知らず、驚かず、おじずというのは全くその通りだと思います。どんなに物を手に入れても人は満足することはありません。満足することはないと思っていて、
手に入れようとするならまだ救いはあるかもしれないですね。でも周りがどんなに満足することはないよと伝えても、本人はこれを手に入れれば満足だと思って手に入れようとする。だから次から次へと求め続けていく。その姿は欲の炎に巻かれているようです。そして本人はその炎に気づかないんですね。こういったことというのは様々な場面で起きているというふうに思います。現代は特に日本はそれなりに怖い事件があるとはいえ、世界に比べれば安全だと言われるようになりました。貧困世帯があるとはいえ、毎日の食に多くの人は困るようなことはありません。でもなんだかずっと不安だし、満たされるところがないと皆感じている。なぜなのか。私たちの心は食が豊かだろうが、物が手に入ろうが、一見安全であろうが、安穏を得ることはできないんですね。なぜなら結局自分たちが生み出す誤欲によって自分たち自身を苦しめているからです。以前にこんなことを聞いたことがあります。あるお坊さんが自分の師匠にこう言ったんですね。仏教には世の中は苦であると説かれています。私もそう思います。でも世の中の人たちは全然それに気づこうとしない。なぜでしょうか。師匠は答えます。世の中が苦であるというのは一つの悟りなんだ。悟りを得ることは本当に難しいんだ。だから世の中の人が苦になかなか気づこうとしないのは当たり前なんだ。だから私たちは世の中が苦であるということを最後まで伝えていかなければならないんだと。こういう話です。何度も言いますが、悟らず、知らず、驚かず、応じず。これは大変怖いことですね。そのことに気づくだけでも物事に対しての見方は大きく変わっていくのではないかなというふうに思います。この家宅の例え、燃え盛る家の中でそのことに気づかず、人々が楽しみを求めて過ごしているというのは、いつも自分たちの生き方に対して当てはめて考えていかなければいけないことではないのかなというふうに感じています。さて、子供たちは燃え盛る炎に気づかず遊び続けているんですね。長者は、私は力があるから子供たちを力ずくで家から連れ出そうと考えたと。しかし、この家にはただ一門のみあり、しかもまた狭小なり。ところが、この家は一つの門しかない。しかも狭いんだと。だから子供たちを力ずくで連れ出すことはできないというんですね。これも、この家宅の中から抜け出ようと思ったら、その狭い道を私たちは通り抜けていかなければいけないということを例えています。実際にはどこからでも出れるというわけではないんですね。本当にその一点のことに気づいて、そこから抜け出そうとしないと、その固く燃え盛る家から抜け出ることはできないということを例えているんじゃないかなと思います。だから、とにかく子供たちに今の状況を伝えなければならない。そう思った長者は子供たちに声をかけるんです。ところが子供たちは、これはまたまた何者が非、何者がこれ言え、いかなるを失うとなすかを知らず、ただ東西に走り戯れて、父を見てやみぬと。こう読みまして、そもそも一体火事とは何であるか、家とは何か、焼け死ぬというのはどういうことか、そんなことを何もわからず、何も考えず、ただ家の中を東西に走り回って遊び、あとはただ父を見つめるばかりである。とこう書いてあるんですね。なんかすごく怖い表現ですね。何が燃えているのかも分かっていない。家とは何かも分かっていない。自分の命が失われるということを考えようともしない。ただただ東西に走り回って遊び回り、あとはただ父を見つめるばかりである。特にこの父を見てやみぬというのは非常に重い教えだと思います。子供たちはどんな目で長者のことを見ていたのでしょうか。現代人が仏像等をただただ観光目的で見ているだけのような、そういった目でしょうか。さて、ぼーっとしている場合ではありません。このままでは家は焼け落ちてしまいます。そこで長者は、我今まさに方便を設けて諸白をしてこの害を免れることを得しむべしと。私は今
巧みな手立て、手段、方便ですね、を用いて子供たちをこの火災から救わなければならないと考えました。長者は子供たちが以前から好きで欲しがっているおもちゃがあることを知っていました。長者は言います。子供たちを、お前たちが以前から欲しがっていたおもちゃを皆にあげようと思う。今手に入れないと後悔するぞと言うんですね。そのおもちゃが4社、6社、牛車ですね。この4社、6社、牛車はもうお気づきかと思いますが、三条の教えを表しています。それぞれの好むその教えを説いた方便ですね。おもちゃを与えた、教えを説いてあげたっていうことが例えられているわけですね。で、これを聞いた子供たちはとても喜んで家の中から出てくるわけです。長者はその様子を見て本当に喜び踊り上がったと経文にあります。そして出てきた子供たちは父である長者に言うわけですね。先ほど4社と6社と牛車を与えてくれると言いましたね。願わくば時にどうか私たちに与えてください。すると長者は4社と6社と牛車ではなく大白5社を与えたんですね。この大白5社はもちろん一仏上であるところの法華経を表しています。そして長者は言うわけです。私には多くの財産がある。子供たちには最も良いものを与えなければならない。だから4社6社牛車ではなくこの大白5社を与えるのである。そしてよろしく差別するべからず。決して差別があってはいけない。決して不公平であってはいけない。平等でなければいけない。と仰せになる。長者は言うわけですね。そして大白5社を与えられた子供たちは、4社6社牛車への執着はすっかりなくなってしまいましたと。ここまでが三者家宅の例えになります。で、この最後の部分、特に最後の部分ですね。長者が子供たちに物質的なものを与える与えないの話ではもちろんないわけです。長者は仏様で、財産というのは教えのことですね。多くの教えの中から子供たち、つまり私たちに対してですね。私たち衆生に対して最高のものを、中途半端なものを与えることはない。最高のものを与えるんであるよというのがここに表されていることになります。さて、ここで問われるのが、その最高のものを与えるために一旦私たちが欲しがるものを与えようとした。本当は最高のものを与えるということなのに、一回これは方便を使ったんですけど、これは嘘をついたことになるんじゃないかという問いが投げかけられるんですね。シャリホツよ、そなたはこれをどう思うか。この長者が子供たちに4社6社牛車の3社を与えず、立派な大白5社を与えたことは嘘をついたことになるだろうか、ならないのであろうか。こういう問いをシャリホツに投げかけるわけですね。この問いに対してシャリホツはどのように答えるでしょうか。それは次回の話とさせていただきます。この三者家宅の例えは、この後下によってさらに詳しく説かれていくことになります。重複になるので、ここで扱うかどうかはわかりませんが、特に家がボロボロになっている様子、いろいろなものが住み込んで、地味猛量がはびこっている様子などは、これを現代社会に照らし合わせると大変恐ろしく感じます。また考えてみると、私たちはそういった世の中の様子や自分の愚かさに目をつぶって、自分がどうなりたいとか、世の中がこうなってほしいと思っているのですから、それは何も良くならない、なかなか良い方向に進んでいかないのは当たり前なのかなというふうにも思ってしまいます。この三者家宅の例えは実に考えることが多い比喩であると感じています。では本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。